皆さんこんにちは。葵のスロージャパニーズポッドキャストへようこそ。このチャンネルは日本語学習している方へゆっくりとした日本語で日本の文化やリアルな日常をお届けする場所です。少しでも皆さんのリスニング向上に役立てたらなと思います。はい、2回目はですね、温泉について話していきたいと思います。なぜこのお題にしようかと思ったかというと、前回の自己紹介で私の出身地の群馬県は温泉が有名だという話をしたので、今回は温泉について深掘りしていこうと思います。皆さん、温泉って何かわかりますか？温泉は何て言うんだろう。お金を払ってお風呂を入りに行く場所です。英語だとホットスプリングですね。ヨーロッパの国とかだとたまに温泉ありますけど、大きな違いは水着は着ないで裸で入ることですかね。温泉ではもちろん他の人もいるので、他の人と一緒に裸でお風呂に入ります。あと日本独特なのが、タトゥーある人は入れない場所が多いことです。最近はタトゥー OK な温泉も多くなってきましたけど、まだまだタトゥーあると入れないところも多いですね。タトゥー OK な温泉はネットで調べられるみたいです。これは日本人特有の文化というか、タトゥーに対して悪いイメージがある人が多いから、裸になる温泉だと出入りがダメなところがあります。私的にはアメリカに住んでいたこともあって、そんなにタトゥーには抵抗ないんですが、地元の外国の人に慣れていない日本人は少しびっくりしてしまうかなと思います。でね、温泉と似ているのが銭湯です。銭湯と温泉は少し違うんですよ。銭湯は普通の水が温められていて、お風呂に入ることができる場所です。温泉はどちらかというと、湧き出た水を使っているので、いろいろな成分が入っていて、お肌にいい成分とかが入っています。私は銭湯に行ったことがありません。銭湯は結構珍しいんじゃないかな。というのも、日本のお家にはバスタブがついていることがほとんどなので、わざわざ銭湯に行く必要がないんですよね。で、温泉は肌にいい成分が入っていたり、本当かはわからないんですが、腰や関節の痛みにも効くって案内板に書かれていることが多いです。私は肌にいいっていうのは結構信じてます。なぜかっていうと、温泉に入ると肌がツルツルになるんですよ。次の日まで肌がツルツルしてます。腰や関節の痛みは私自身そこまでひどい痛みがあったことがないので、よくわからないです。でね、銭湯も温泉も女性と男性は別々です。たまに
混浴もあります。混浴っていうのは男性と女性が一緒にお風呂に入る温泉ですね。ほとんどの場合は別々です。もちろん更衣室も別々ですね。私は混浴に1回入ったことがあるのですが、その時はお風呂の中に入る用のバスローブが用意されていたので、それを着て入りました。なので見知らぬ男性に裸を見せずに済みました。家族やカップルで行って一緒に温泉を楽しみたいという場合には、風呂付きの個室を利用できるところもあります。お部屋に温泉がついているタイプですね。そっちの方が値段は高いです。日帰り温泉だと何時間いていくらって決められています。温泉旅館とかに泊まる場合には、高級旅館とかだと部屋についている場合がありますね。私は節約大好きな庶民派なので、風呂付きの個室は利用することはほとんどないです。温泉といえば露天風呂です。露天風呂は外にある温泉のことです。結構ね、温泉って中だと湯気が充満していてムシムシしているんですけど、露天風呂だと外なのでムシムシが苦手な人にはいいです。でも冬はめちゃくちゃ寒いです。お風呂に入っている間はいいけど、外に出ると凍えそうになります。まあ裸で外に行くわけなんで、寒いのは当たり前なんですけどね。いい温泉とかに行くと、景色が綺麗な場所が用意されていたりして、川とか森とかが見れるような露天風呂もあります。自然の景色を見ながら温泉に入るのが最高の癒しです。あと、これは温泉とはまたちょっと別なんですけど、足湯というのもあります。服は着たまま足だけ温泉に浸かる温泉ですね。これは温泉地などに行くと足湯ができるところがあります。だいたい無料でできますね。私の地元、群馬県の草津温泉にも足湯がいくつもあります。温泉っていうと外国の方からしたらハードルが高いと思うので、足湯だと挑戦しやすいと思います。温泉に入るのは足だけなんですけど、長い時間入っていると体全体がポカポカして気持ちいいので結構おすすめです。私はもう温泉が大好きなんですけど、趣味といったら温泉に行くことって言っても過言ではないくらいです。私が温泉大好きな理由としては、リラックスしながらぼーっとするのが好きなんですね。温泉に入っているとゆっくりとした時間が過ごせます。温泉の中はスマホやパソコンはもちろん持っていけないので、自動的にデジタルデトックスができます。ゆっくりと今まで楽しかった思い出のことを考えたり、次の旅行はどこに行こうかなとか、仕事どうに頑張っていこうかなとかいつも考えています。温泉でゆっくり過ごすと家に帰ってきた時に
すごく体も気持ちもすっきりしているのがよくわかります。でも人が多いとリラックスできないので、混みそうな週末には行かないようにしています。私のおすすめは平日の午前中です。みんなが仕事に行っている間が混んでなくていいです。あまり混んでるとみんな裸で入るから他の人の裸はあんまり見たくないですよね。でね、たまに温泉に浸かりながらぼーっとしているとおばちゃんとかに話しかけられるんですよ。この温泉は気持ちいいねとか言って、お互い裸なので気まずいっていうかなんていうか、初めましての人の裸はあんまりまじまじ見たくないし、見られたくないですよね。だから私はなんで話しかけてくるの？ゆっくり入りたいのにっていつも思ってます。温泉上がって服を着た後とかに話しかけられるのは全然いいんですけど、なぜか服を着ると誰かからも話しかけられないです。不思議です。温泉に入ってる時だけなんですよね。でね、温泉にはだいたいサウナもあります。皆さん、サウナ好きですか？私は大好きです。暑くて汗がじわじわと出てくるんですが、自分との勝負をするのが好きです。あと、どれくらい我慢できるかなーって、自分の目標の時間サウナにいることができたら、なんか達成感が湧くんですよね。でも、脱水とかになったら怖いので、無理は厳禁です。でね、サウナで体が温まった後は、だいたい水風呂がサウナの隣にあるので、水風呂に入る人が多いんですけど、私は水風呂めちゃくちゃ苦手なので、いつも入らないです。水風呂って本当に冷たいので、急な温度差が結構苦手です。日本では私の出身の群馬県も含めて多くの温泉地があります。有名なのは大分県の別府温泉とかもありますね。基本的に温泉は日本中どこにでもあると思います。でも一つない県があって、それは沖縄県です。沖縄って聞いたことありますか？南にある島なんですけど、日本の中では一番小さい県ですね。日本人にとってのリゾート地で旅行で行く人が多いです。私は実は沖縄にも住んでいたことがあって、実は温泉ないんですよ。っていうのも、山がないから源泉がないんですよね。明確に言うと、温泉施設はあります。でも、なんていうか、私からすると、銭湯に近いですね。こんなこと言ったら、沖縄の温泉施設で働いている人に怒られちゃいますけど、もし温泉に入りたいと思っている方がいたら、沖縄以外がいいと思います。もしこれを聞いている人の中で日本の温泉に入りたいという方いますか？もしいたら別のエピソードで温泉の入り方もやろうかなと思います。おそらくそんなに入りたい人は多くないかなと思うので、今日はここまでにしたいと思います。その他リクエストなどもあればぜひください。ではまた。